今日のスパイスは1種類でございます。レーズンをつけてた汁ごと入れます。涙出ちゃうこれ。はい、こんにちは、インドカリーコです。今日は母から教えてもらった懐かしのドライカレーを作っていこうかなと思います。これ私が小さい頃によく作ってもらったカレーなんですけど、めちゃめちゃ好きな味です。簡単に作れるので早速作っていきましょう。まず材料ですね。材料は超シンプルです。野菜は玉ねぎとピーマンだけですね。玉ねぎは大きいものを使います。1個 300g のものなんですけど、ちっちゃい玉ねぎだと2つぐらい必要かもしれません。でピーマンは2つですね。これは香り付けのために使います。でひき肉は豚ひき肉用意してください。合いびき肉でも代用はできますけど、鶏ひき肉だとちょっとニュアンスが変わってくるのでダメです。母のドライカレーの一番のポイントはこのね、レーズンを使うことなんですよ。レーズンをふっくら煮ることで優しい甘みがつくところがポイントなんですね。ちっちゃい頃はこれが大好きすぎてレーズンだけつまんで食べてたぐらいですね。でこれとあと今日は、トマトジュース使っていきます。トマトジュースは 200ml 使うので小さい紙パック1個分です。今日ねこのカレー結構あっという間に作れちゃうのでご飯も仕込んでいこうかなと思います。ご飯は今日はね普通の日本米なんですけど、まず軽く洗ってもらって米をまず2合用意してください。そしたらいつもの水分量で OK です。2合だったら2の水のところまで入れてください。ターメリックライスはこれにターメリックを入れるだけなんですけど、人によってはバターとか塩とか入れます。でも私はカレーが結構塩がついてるし、あと油も入ってるのでご飯にはねあえて味をつけません。でそしたら2合だったら小さじ4分の1杯ぐらいのターメリックを入れます。ターメリック持ってない人は普通の白米で OK です。小さじ4分の1以上入れてしまうとちょっとね土っぽい味わいになってしまうので、なんかこの段階では、色味足りないんじゃないかなと思っても大丈夫です。ターメリックはちょっと加熱すると強く色が発色するので、この状態で炊いていきます。炊飯もね普通の炊飯の方法で大丈夫です。今日はこれを白米モードで炊いていきます。さあじゃあご飯を仕込んでる間にカレーを作っていきましょう。まず一番最初に準備したいのはこのレーズンですね。レーズンをふやかしたいんですね。なのでお湯を 100ml ぐらいご用意いただいて、電子レンジ使ってない人はケトルで沸かしていただいて 100ml ぐらいかな入れてふやかしておきます。これをしてあげることでふっくら仕上がります。これしないとねちょっと煮る時間が長くなってしまうので、まず一番最初にやっといてください。続いて玉ねぎとピーマンをみじん切りにします。ちょっと5億年ぶりにみじん切りをやろうかなと思います。すごい危なっかしくて申し訳ないんですけど、横にスライスしてあげて縦に切れ込みを入れてあげて切るタイプの人間です。皆さんもねいろんな方法があると思いますけど頑張ってやってください。あとはねうちの母親はみじん切り器使ってなかった気がするので、なんとなく細部まで再現していこうかなみたいな感じでございます。このカレーは結構ね玉ねぎの割合が多いんですね。肉より玉ねぎの方が多いんですよ。でもそれが母の味なんですよね。結構粗みじん切りですけど全然大丈夫です。なんかねこういう風に言ってちょっと粗みじん切りだな気になるなって時はねこうやって上からジョン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 って切っちゃえばいい。今日はねそんなに均一さを求めてないのでもうこんなもんでいいでしょう。こっちもね同様に切っていきます。ところで皆さんの思い出の味って何ですか？私よくなんかお母さんの思い出のカレーを教えてくださいって言われるんですけど、別に私そんなにルーカレーがめちゃめちゃ好きだったってわけじゃなくて、別に母の特有のカレーっていうのがないなーって思ってたんですよ。でもふと思い出したの。あれこれもカレーだよな。このドライカレーもカレーだったらこれが私の思い出のカレーかもしれないっていうのね、インドカリコの活動を始めてなんと8年目にして気づいたわけなんですけども、実際のところ上京してからなんか母の味が食べたくなって何度かこう再現を試みたんですよ。でその時は舌でね再現しようと思って、いろいろ試行錯誤したんですけど、私が作るとですねどうしても肉の割合が大きくなってしまってなんかちょっと違うなみたいな。この間ね実家に帰った時に母親にレシピをついに聞きまして、母親のレシピってめちゃめちゃざっくりしてるので、なんか玉ねぎ第1とかなんか
少々みたいなのがすごいいっぱいあって、ちょっとよく分かんなかったんですけど、まあそれを元にして作ってレシピを書いてみたら母の味になりました。もうね、めちゃめちゃ美味しくて、教えてもらってから超よく作ってます。はい、こんな感じ。まあざっくりですけど OK です。ニンニク生姜はね、なんと使えません。じゃあ超楽ですね。はい、次ピーマンですね。ピーマンもみじん切りにしていきます。まず種を取ります。ピーマンはね、結構重要です。これはね、本当にね、香りになる。これのみじん切りの方法はちょっとね、募集中なんですけど、私よくわかんないので、こうやって縦に筋を入れて切ってます。いや、思うんだけどさ、私はさ、別に料理学校を出たわけでもないし、別に誰か料理の師匠がいたわけでもなくて、ただ料理が好きで、カレーが好きで、カレーを研究してこうずーっとね、こう自分で独学でやったからこそ言えるのが、やっぱり料理って最終的に美味しければいいと思うんですよね。その人が美味しくて、美味しいだけじゃなくて、その人が幸せになってればいいと思うの。だからなんか、いろんなやり方があると思うけど、必ずそれをやらなければいけないとか、必ずそうしなければなんかダメみたいなことはなくて、私のレシピを作る上でも厳密に守らなくても美味しくできてたら OK。 はい、そんなことをなんとかふんとか喋りながらみじん切りも終わりました。こっちも粗みじん切りですね。今ね、レーズンちゃんはね、ちょっと半戻りぐらいになってきております。さて、これを早速炒めていきましょう。はい、では炒めていきます。まずフライパンに油を引きます。油はね、ちょっといつもより多めぐらい、大さじ1杯強ぐらい入れていきます。ここに玉ねぎちゃんを入れていきます。ピーマンは入れません。玉ねぎだけ入れてください。よいしょ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 。そしたらここから強めの中火でですね、炒めていきます。このカレーも結構私のスパイスカレーと似てるなって思うところがここで、玉ねぎの炒め具合で味わいは結構変わってきます。なんか玉ねぎの炒めが浅いと、なんだろうな、すごいライトなカレーになります。でもそこをしっかりやっぱりちょっとね、茶色くなるぐらいまで炒めてあげると深みのある美味しいドライカレーになります。ということで今日は10分弱ぐらい茶色くなるまで炒めていこうと思います。はい、では10分ほど経ちました。ちょっとね、焦げそうだったので途中から弱火にしてます。今日はやっぱりね、みじん切りがいつもより大きいので多少時間かかっておりますけど、こんな感じでだいぶ玉ねぎ炒まった、3分の1ぐらいになったかな、大きさとしては。そしたらここにピーマン入れていきます。はい、そしたらピーマンは2分ぐらいですね、軽く炒めていきます。軽く炒めてあげることでピーマンの青すぎる臭さを飛ばして、なんかね、いいフレッシュな香りだけを残します。私はなんかどっちかっていうと食べることが好きだけど、食べるために作ってるっていうよりも作るために作ってる説はありますね。だから作るのが好きなんだよね。食べるのと作るのどっちかを奪われてしまうのであれば、食べる方を奪われた方がまだマシかもしれない。なんかね、作るのはね、本当にね、好きなの食べるのも好きだけど、作って食べるのが一番最高なんだけど、作るのが一番好きなのやっぱり愛のある料理っていうのは味云々の前にやっぱね、美味しいって感じるから、愛がね、こもっちゃうのそしたらちょっと余計な話が今日は多いというのは、なんかやっぱり母のカレーを作ってるとね、母の料理っていうのは愛があったなぁと。もう365日休まず作ってくれましたね。本当に外食することもあったけど、基本的には手料理でしたね。本当愛があったなぁと感謝を感じながら、豚肉ちゃんにも感謝してひき肉を入れます。豚肉はあんまり気にせず普通に炒めていいです。なんかほぐすようにとかいろんな表現がありますけど、全体的に色づくまで炒めていきます。後で煮るからもう完全に火通す必要性はないんですけど、お肉もちょっと焼いてあげると焼ける匂いがちょっと美味しいので焼きます。はい、全体的に焼けてきたなと思ったら、ここにスパイスを入れていきます。朗報です。
今日のスパイスは1種類でございます。カレー粉を使います。カレー粉は何でも OK です。どのメーカーでも OK です。赤でも青でも黄色でも何でも OK です。はい、入れていただいて、大さじ1杯ですね、入れていただきます。そしたら胡椒も入れていきます。胡椒は少し、小さじ4分の1杯ぐらい。スパイス入れるときは、弱火で。で、あとは塩と砂糖をですね、小さじ1杯ずつ入れていきます。今日の調味料はこれだけです。他にコンソメとか醤油とかソースとかそういうのは使いません。ほい。そしたら混ぜ合わせます。そしたらもう完成みたいなもんですよ。あっという間ですね。はい、混ぜ合わせます。いい香り。こんな感じでざっくり混ぜ合わせるとカレー粉の香りがふわっとします。はい、カレー粉をお持ちでない方はですね、ターメリック、クミン、コリアンダーを小さじ1杯ずつ入れてください。ターメリック、クミン、コリアンダーには辛みがないので、もし辛みを加えたい場合はチリペッパーか一味唐辛子を小さじ1/2杯ぐらい入れてください。はい、そしたらここにレーズンをつけてた汁ごと入れます。ポイポイ、全部入れちゃってください。そしてここにトマトジュースを入れます。飲んじゃダメです。200ml 入れます。今日はこのレーズンをつけてた甘い汁と、トマトジュースだけで OK です。そしたらこっから、レーズンが戻って玉ねぎと肉からうまみが出るまで20分ほど弱火で煮ていくんですけど、焦がさないように。ただ、完成形ではこの汁気を飛ばすので、汁気は飛んでっちゃっても大丈夫です。ただ汁気飛ばしながら煮てると焦げてしまうので、焦げが心配な人はたまに見てください。沸騰させてあげたら蓋をします。ちょっとあんまり強すぎて焦げちゃうので、弱すぎないぐらいの弱火でなんやねんっていうところなんですけど、ポコポコするぐらいの弱火を続けてもらって、だいたい20分間煮込んでいきます。ほい、では20分ほど煮込みました。見てみましょう。オープンザカリーバカ、うわー、めちゃめちゃ美味しそうに煮えております。レーズンちゃんもふっくらですね。そしたらこれをかき混ぜていきます。ぐわしぐわしとね、こんな感じで汁気がなくなってたら OK です。はい、もうこれで完成なんですけど、もしもね、これちょっと味見してみて、なんかちょっと薄いな、物足りないなと思ったら塩を足してください。うわー、こんな感じ、もう完璧じゃん。よし、早速ご飯を炊けているので盛り付けましょう。はい、今日はですね、こんな感じに半分にご飯を盛り付けてあげたら、ここにカレーを持ってきます。うわ、めっちゃ美味しそう。しかもさ、ターメリックライスにするとめちゃめちゃ映えるよね。ターメリックライスって本当に最も手間のかからないカレーの彩りだと思う。はい、こんな感じでハーフ&ハーフで盛り付けてあげたら、最後の仕上げでおすすめなのは、パセリをちょっとポポ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 って持ってあげると、なんかめっちゃおしゃれ。こんな感じで母から教えてもらったドライカレーの完成でございます。食べましょう。はい、ではではいただきます。よし、懐かしい味を楽しもうと思います。まずカレーから。うまっ。このレーズンがめっちゃうまいの。なんかね、40g って結構多いかなと思うんですけど、このね、レーズンがたまんない。やばっ、うまっ。ちょっとこれ懐かしすぎてやばいんだよね、これちっちゃい頃本当にこれ好きだったな。なんかね、うちはこういう風にカレーライスって出ることもあったけど、どっちかっていうとなんか丼みたいなやつにボンと入ってて、でそれをなんか1人1杯ずつとかスプーン1杯ずつみたいな感じで食べてたんですよね。4人家族だったんで、こういう風に盛り付けちゃうと 2,3 人分だけど、丼で食べるとみんなで食べられるみたいな感じで、なんかカレーというよりもおかずとして存在してた感じだから、なんか母の思い出のカレーありますかって聞かれると、こうすぐパッと思いつかなかったのはそういう理由かなっていうふうに思います。ぜひうちの実家の母の味、思い出のカレーを作ってみていただけたらと思います。ということで今日はここまで。
この動画がちょっとでも面白かったなっていう人はチャンネル登録お願いします。また頑張ります。ということで高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。またね。今日はポークビリヤニの作り方をご紹介します。今日はですね、なんとじゃじゃーん、炊飯器ビリヤニでございます。こんな感じで箸でほぐしながらよくマリネしていきます。炊き上がりが完璧すぎる。うまっ。